納期遅れたら1日で違約金が、売価返品って言って売る値段で決済せなあかんっていうわけのわからん、全部納品したら300万売り上げれんねんけど、納品できへんかったら、120万ぐらい損すると。その会社とビジネスをするっていうのは俺もせえへんなって。せえへんなっていうのはしない、取引しないっていう、だからお客さんが商社であったりとか、お客さんがなんかファッション業界のどこそことかっていう仕事はもう俺しないだろうなって。それ理由は何なんですか？いやもう面倒くさいっていうか嫌っていうか、合わないと言います。そうほんでそれよりかはなんか自分の方向いてるお客さんとやり合う方が楽しいし、こっちの方が確実やなと思って、いつどう切られるか分からへんっていうお客さんより小売店やってんのかって、まあそんなようなもんやんか。だから直接個人個人とやり合ってそれのファンを増やしていく方がなんか確かだろうなって思って、この業界というか仕事をしてて一番きつかったこととかってどんなんですか？きつかったのはやっぱり一人でサンプルスやってた時のネット販売されてるとこの生産をなんか800本ほど請け負ったことがあって、それエグかったかな。800本やねんけど手仕事が多くって内職仕事が多かったから、まあメーカーにちょっと助けてもらったりとかもしとってんけど、なぜ向こうの入る材料が結構遅れてる割にはクリスマスに間に合わさなあかんっていう納期、は変わらんと。そうでそれでちびちび入ったりするもんやから、段取り悪いですよね。段取りすごい悪くって、ほんで自分のお金の段取り上もう先にこうとかなあかんもんばっかりやったりとか、材料入ってんのやけど物がけえへんからなかなか組み上がらへん、でもう蓋開けてみたらもう納期がそことか、納期遅れたら1日で違約金が、売価返品って言って売る値段で決済せなあかんっていうわけのわからん、いかついですね。全部納品したら300万売り上げれんねんけど、納品できへんかったら、120万ぐらい損すると。えげつないですね。えげつない。えげつない。それを2週間でどうにかしてまわなあかんって言って、2週間結構きついですよね。かなりきつい。ほんでもういろんな人に内職頼んで、果ては中学生の同級生のお母さんとかもう全然知らん人とかもいっぱい頼んで、毎日高速走らして車でいっぱい回して納めて、もう1ヶ月何にもする気なかったけど、専門学校も2回も休んでその時がそうなんですね。めっちゃきつかった。一応間に合ったんですか？間に合わした。よかったですね。もう1ヶ月は何もせんかった。そうですね。やっぱこの業界で定番できついので、やっぱ納期に追われる仕事っていうので結構きつい部分ありますよね。ペナルティーはほんま知らんがなっていう話やけど、もうそこでやめたら今度自分が支払いしたお金全部パーやから、そういうのちょっとあかんしな。ちなみに逆にこの仕事やってて良かったなって思う瞬間とかあります？あんまなかったんちゃうかな。あんまないんですか？メーカーの時はもうやっぱり自分の売上目標に達成することこそ、なんちゅうの正義と信じてやってたけど、もう止めどがないからあんまりメーカーほんでしかも作ったって別に誰に感謝されるわけでもなく、でもそれは普通のことやと思っとったけど、型紙を教えたりとかカバンの作り方を教えることによってすごい感謝されたりとか、同じカバン作ってるのは作ってるのに全然違いそうですね。全然だからそれは良かったっていうよりもなんかすごいまあ良かったんけど、もうちょっとなんかいい表現したいよなっていうぐらい良かったなっていう。まあメーカーとかの携帯やとまあ賃金も少ないし納期もきついから周りに手伝ってくれる人にも結構きつい思いをさせないといけない。だからそれもきついですよね。だからやっぱり自分もその現場に入ってやったりとか、ちょっとでも企業働いてもらおうと思って、このやつはここの店のこういうところに置いてんねんでとか、ちょっとテンション上がるかなとかって
全然上がらなかったけどじゃあ今のこのそのメーカー時代よりも全然今の携帯で個人個人に教えるというか、その方が先生的に合ってるなって感じで。全然合ってるよね。ほんでやってることそんな変わらへんから、その内職に教えたりとかしてんのと全然一緒やったから、そうやね。だからまあ前は人に物を作らしたり教えることで物を作らしてそれの上前を跳ねてたっていう感じやけど、今はもう教えることそのものが、でまあお金が入ってくるっていうからすごい直接的で。そうですよね。言いたいこと、はい、チャンネル登録者数よろしくお願いします僕ら大阪でカバン教室をしている、サンプル師が教えるバッグ教室をしている中村康義です。2013年の10月からカバン教室を始めて、で、まあ、最近ではまあコロナ禍になり、去年の4月ぐらいから緊急事態宣言等でお客さんかなり減ってしまったんで、まあ、ライブ配信等でちょっと教える仕事をしているということで、まあ、大体自分が決めた基礎コースというふうなもので、それを受けてもらったらカバンの仕立ての、まあ、始末の仕方っていうのが網羅できるかなというふうなんで、そこから先は、自由課題といって皆さんが持ってきた写真とかを見ながら一緒に型紙を作っていって、完成させるっていう風なスタイルで教室をやってます。